膝が内側に蹴れるようになってくると、キック自体はってことは水の流れが一つになりやすい。おはようございます。河野慎です。頑張ります。新しいセーブが届きました。今回水野さんで作りました。青、黄色、黄色にブルー、ピンク。これちょっともうちょっとアップで見えます？3色。水野の個人的なあれです。水野のセーム好きです。水野さんありがとうございます水野さん知り合いいっぱいいますけど、水野さんありがとうございます。ということでホームページの方から購入できますので、ぜひ皆さんこれ可愛いんでぜひ購入してください。よろしく。ぎっくり腰をしまして大変痛いです。今正座じゃないと座れないのでちょっと高いですけど、じゃあ今日は同じようなことね、いろいろ多分喋ると思うんですけど、キックからまたいきます。板キック。練習をもし皆さん組む時に、板キックは基本足の強化、もうパワーの強化とスタミナ強化だと思ってください。スイムにつながるっていうキックじゃなくて、板キックはもう足の強化とスタミナ強化っていう風にちゃんと線引きして明確にね練習してあげると、例えば他のサイドキックだったりとかグライドキックだったりとか、片手前だったり水中だったりっていうのが、じゃあ今度スイムにつながるキックっていう風に分けれるので、今回は板キックをまたちょっとお話しするので、ぜひご覧になってください。最初横向きのキックから、横から見たキックですね。上手なやつから見ます。普通にね見た感じで、例えば柔らかく動いてるとか、腰の位置が高くて、ある程度水平に保たれてるっていうのが見てわかると思うんですけど、これ横から見ると気づかない部分があって、それを今度後ろからもう見ちゃいます。痛いはい、じゃあ今度後ろ向き。ちょっと泡が出ないように、ちょっとこう見やすいように腰を下げてるので、膝と膝の間が狭い。横から見たら気づかないですけど、真後ろから見たら気づく部分があって、で前に説明をした時は、例えば親指と親指をぶつけるようにっていう話をしたような気がするんですけど、それも一つの方法で、もう一個は親指と親指くっついてても膝の向きが外向きだったら、やっぱり結局足ってこう2箇所でキックをしてってしまうので、できるだけキックをするときは膝と膝の間を狭めるように、絞るようなキックができると、より力が一つにまとまって発揮しやすいので、回転数も上がりやすいです。で逆に NG なキックを一回見ときましょう。じゃあ NG パターン、ちょっと極端ですけど、真横から見たときに膝が折れてて膝を伸ばしきれない膝の位置がちょっと低すぎちゃうっていうのもありますけど、先ほど言ったように膝と膝の間の話をしたので、横から見ても若干もしかしたらこれ膝開いてんじゃないかなっていう風に見えると思います。これを後ろから撮ったやつ、後ろから撮ったやつで思いっきり分かると思うんですけど、足の指も外に開いてるし、膝の蹴りの方向も外側にこう開いて見えると思います。でこれは要するに、例えばお腹の力が入ってないとかお尻の力が入ってないとか、そういう部分でこの膝の開きが出てきてしまうので、ここをしっかり締めとかないと、じゃあいざスイムやりますっていう時に、足いつも一生懸命頑張ってキックしてるのに全然進んでる気がしないっていう方は、だいたい手に意識がいっちゃって足がこう緩んじゃってる、動いてるんですけどしっかり蹴れてない状態になってしまっているので、またいい方の、真後ろからのいい方のキックをちょっと見てもらって、膝の隙間を
ちょっと見比べてみてください。これは膝、これが膝だとしたら、膝ね、足はこの先についてるから、膝がこっち向きにキックしてたら、じゃあ膝より先についてる足もこっちに行っちゃうっていうのは分かるので、キックは基本的にこっちに流れていっちゃうんです。水の流れもこっちになっちゃう。OK なので、この膝、これ膝ね、膝が内側に蹴れるようになってくると、キック自体は膝から下が内側に入ってくるんで、こういう軌道を変えて蹴れるようになってくる。わかります？ってことは水の流れが一つになりやすい。キックっていうのはここに一つに蹴れるようにしてあげなくちゃいけない。一個あれですね、一つの場所に蹴れるようにしなくちゃいけないから、足2本ついてるからといってキックの幅がこっちに流れてるようじゃ進みが悪いということです。これ結構大事なんで、ちょっと分かりづらい、絵が分かりづらい。分かります？だから意識するときにできるだけこっちのイメージを持たなくちゃいけないので、もう常に足の動きはここで動作が動かせるようにしてあげると、ちゃんとこう水を捉えて蹴れるようになってくるわけです。いいですか？はい。早送りでもいいですよ。これちょっと絵心ないんで僕。でも美術は5です。この形、これ見える？この形は立ってる時の足の形って絶対こうなってるんですよ。みんな親指側の骨がてっぺんにあって、小指側にこうね、倒れてる、ってことはうつ伏せになったらこの逆のこの形になるんです、これ理解します？親指わかります？絶対この形になってるわけで、さっき言った軌道をもしこの形たちが描くとしたら、こう描くとしたら、もしこの矢印でキックしちゃったら、ここの面っていうのはっていうのはさらに開いてこういう面になっちゃうから、水って流れてっちゃうわけですよ、だから水捉えられてないわけだけど、この内側、膝の意識でいいんですけど、足先じゃなくて膝の意識でいいんだけど、膝を内側に入れようとすると、ここの面がこっちの軌道になるから、ちょっと分かりづらい。分かる？こっちで捉えられるようになってくるわけ、そうすると水を捉える面がちゃんと広く捉えられるから、キックって効率が上がるんですよ。こっちはこうやって膝が動いてるパターン、こっちは膝がこう内側にこう巻き込んでるパターン。ここの面をどこに向けて蹴るかっていうのがすごく重要なので、バタフライが一番分かりやすいですけど、クロールでも一緒。バタフライも基本膝を一回内側に絞って蹴らなくちゃいけないんで、これを理解しとくとキックの打ち方がちょっと変わってきます。ただ頑張ってわーってキックしてる人は大体こっちです。膝開いちゃって力むと外側に大体引っ張られるんで、みんなそれを内ももとか膝の内側をちょっとグッと近づけるぐらいのつもりでキックしてあげると、当たる面が変わるので進みやすくなるということです。ここでまたさっきの真後ろからの動画をちょっと流します。で、膝が開いてるから足の動きが多分見てわかると思うんですけど、この足の甲がどっち向きになっちゃってるんです。
この斜めになってるはずの足の甲の向きが結構こう外にねこう払い出すような、これだと水を切り裂いちゃってる。で逆に膝を少し内側に絞ってるようなキックはこの矢印の向きがこう入ってくるから、この足の甲の向きがやっぱりこっちに向きやすいように、ここの面わかります皆さん。ここを板キックの時に、体がフラットの時にこの意識をしとかないと、例えばこう体を斜めにするクロールって基本斜めの時間が一番多いから、フラットになる時間なんかほぼないんで、じゃあバランスをこう崩してるわけです。簡単に言えば斜めイコールバランスを崩してるんで、崩した時に膝とか内ももを絞る意識がないと足って余計開いてっちゃうんですね。皆さん大体足を開いてバランス取りにいってるんで、それを閉じてる状態でも、キックが有効的に使えてるかどうかなんで、板キックの時にこっちの意識を内側に絞る意識を持っておくと、少しスイムにいい影響が出てくるんじゃないかと。あくまでも強化っていう意味で話をしてますけど、ただ強化をしてる時に間違った方向にキックしてると強化にならないので、本当にパワーとスタミナだけしかつかないので、向きとかも意識しながらやってあげると、一石二鳥かなと思うんで、ぜひ。じゃあ僕はピンクを使います。富樫さんの一番お気に入りの推し成分。あんまりピンクと黄色の組み合わせないんで、あんまり被るの好きじゃないんで、これで皆さんぜひこれをこの色ではい、じゃあ今日これでおしまいです。はい。ツイッターとツイッターとフェイスブックインスタグラムとインスタのフォローぜひお願いします。いいねとチャンネル登録もグダグダですいませんはい、では皆さんまたお会いしましょう。さよなら。